背中や二の腕、トレーニングしても効果があまり出ない場合は、体の歪みと左右差が原因です。バランスは事前に整えて美しい体を作りましょう。皆さんこんにちは。体液専門トレーニングゆきこです。薄着になると気になってくるのが背中や二の腕。そう思って運動やストレッチを頑張っているのになかなか結果が出ない、そういったお悩みもありますよね。そのような場合はあなたの体のそもそもの左右の差や歪みが原因である可能性が高いです。なぜなら左右の差や歪みがあると本来動くはずの関節可動域が狭くなり、運動で十分に動かすことができないんです。そこでまずは私と一緒に体の歪みチェックから始めていきましょう。まず1つ目のチェックから始めていきます。まっすぐに立ちます。姿勢が崩れないようにしたまま両手を持ち上げます。できるところまで持ち上げて今の腕の位置をチェックしてください。上がった腕の位置が耳より前にしか来なかった方、この方は普段から巻き肩の傾向ですぐにトレーニングを開始しても関節可動域が狭くトレーニング効果が出しにくいです。ちょうど耳より後ろ、耳と同じぐらいまで来た方は OK です。肩甲骨の硬さもチェックしていきます。右手を上に左手を下からまずチェックします。ではタッチできましたでしょうか。手がタッチできない方は肩に歪みがあったり肩甲骨が凝り固まっている可能性が高いです。今度は逆側も行います。右手を下に左手を上から、私もギリギリタッチできましたがどちらかというと左が硬いです。このようにもし左右差があった場合はどちらか凝り固まっていたり動きが悪くなっています。この左右差をできる限り少なくした状態でトレーニングを行うことで運動は最大限に効果が発揮できますので、今の自分の体の状態もどの程度かまず覚えておいてください。そこで今回のエクササイズでは前半に歪みを調整するストレッチを行い、その後に背中と二の腕を引き締めるトレーニングを行います。そうすることで日常生活でも歪みが少なくなり、代謝もアップしやすく、トレーニング効果も最大限に発揮できるとってもお得なエクササイズになりますから、早速スマホを見やすいところに置いて一緒に行っていきましょう。ではまずは大胸筋を伸ばすところから始めていきましょう。肩甲骨も動かしています。鼻から息を吸って胸を開いて肩甲骨をしっかりと寄せて吐いてリラックス。日常生活では腕や手は基本的に体の前で使われます。大胸筋があまり使われることが少ないと衰えで縮んでしまい、大胸筋につながっている首周辺にも影響を与え首こりも引き起こします。肩甲骨も寄せながらしっかりと胸を開くことで大胸筋がよくストレッチされます。鼻から気持ちよく息を吸って吐いて緩めます。この動きを繰り返していきます。肩甲骨を寄せる働きのある菱形筋なども動かしていきます。手を後ろで組んで手のひらをくるっと返しながら息を吸って胸の前を開きます。胸郭も伸ばしています。五十肩などの肩の痛みや動かしにくさもこの胸郭の柔軟性が落ちることも原因です。胸郭に柔軟性が戻ると肩の痛みの予防にもなりますので、気持ちの良い呼吸を繰り返しながらストレッチをしてみてください。デコルテやバストラインの美しさにもつながりますので、しっかりと伸ばしておきましょう。手首を持って気持ちよく体側を伸ばす動きです。脊柱や体幹の可動域の改善や肩甲骨の可動範囲を広げる動きです。鼻から息を吸って気持ちよく体を倒してストレッチを深めたら吐いて中央に戻ります。逆側も行いましょう。左手首を掴んで息を吸って右に倒す。気持ちよく開いたら吐いて中央に戻ります。胸郭周りの肋間筋、腰周りの腹斜筋や広背筋なども緩めます。呼吸を気持ちよく繰り返しながら体側を伸ばしていきましょう。二の腕も伸ばしておきましょう。腕の後ろ側の上腕三頭筋は肩甲骨にくっついています。硬くなると腕が上がりにくくなったり肩こりの原因になります。息を吸って肘を真下に押し込むようにストレッチを深めていきます。頭で腕を押すようにするとストレッチが強まります。呼吸を繰り返しながら15秒ごとで腕を変えていきましょう。顔はなるべく下を向かず正面に向けたままキープをするようにしておきます。肩の高さを揃えておきましょう。
息を吸って肩と耳をしっかりと近づけて、少し肩を後ろに回しながらストンと下ろします。顎を軽く引いたまましっかりと耳に近づけてストンと下ろすことで、頭が前に出るのを防ぐことができます。いつもカバンを同じ肩で持っていたり、座る時も上半身がどちらかに傾いていたりすると、左右の筋力のバランスが崩れ、肩の高さも左右差が出ます。両肩を同時にストンと下ろし、高さを揃えておきましょう。インクラインプルダウンを行っていきましょう。手のひらを内向きで息を吸って手を上に、吐き出しながら肘を深く引いて広背筋などを使いながら下ろします。インクライン斜めにすることで脊柱起立筋を使い続けながらトレーニングができます。繰り返しますね。息を吸って手を上に、吐き出しながら手のひらを外に向けながら肘を引きます。肘を下ろした時に一瞬止まるように動いてみてください。肩甲骨の動きも改善しています。引き続き脊柱起立筋を使いながら、トライセプス、上腕三頭筋、腕の後ろの筋肉、二の腕の筋肉を使っていきます。息を吐いて肘を上に、吐き続けながら肘を後ろに伸ばします。吸いながら両方の手を下ろして背中を開く、吐いてまた持ち上げるを繰り返します。脊柱の周りにある脊柱起立筋を使いながら肩甲骨を寄せる両脚筋を使い、二の腕の筋肉も鍛えています。両脚筋は肩甲骨を後ろに引く働きがあり、ここが硬いと肩甲骨が動かなくなり、肩の不調も感じやすくなります。まっすぐに立っていただいて、息を吸って肘を引いて、吐き出しながら腕をくるっと回しながらひねりながら伸ばしていきます。肩甲骨を動かしながら腕をひねり、二の腕の引き締めにも役立ちます。吸いながら肘をしっかりと引いて肩甲骨を寄せて、吐き出しながら肩甲骨を開いて二の腕をひねります。二の腕の筋肉は伸ばす、ひねる両方の動きを入れることで効果が上がりますので、ひねる動きでも動かしていきましょう。肩甲骨を動かしながら二の腕の筋肉も動かします。背中の筋肉も少しストレッチをされながら動けるエクササイズです。吸いながら両肘を曲げて顔の前に、吐き出しながら後ろでタッチした時に一瞬止まるように動くのがポイントです。肘は深く曲げたところから伸ばしていきましょう。肩甲骨を寄せながら動いています。吸いながら肘を曲げて、吐き出しながら手を伸ばして繰り返しています。最後はキックバックしていきましょう。手のひらを後ろに、吐き出しながら後ろに伸ばします。肘をできる限り曲げたところから後ろに、肘の位置を固定したまま動きます。2011年にアメリカで行われた筋分析によると、インクラインの斜めの状態のキックバックが他のメジャーな種目より 1.3 倍上腕三頭筋の長頭を刺激できることが分かっています。この時は45度体を傾けて行っていますが、人それぞれ骨格は違うので、角度を少し変えてみて試して、一番二の腕に効くなと思う場所で行ってみてください。息を吐き出しながら後ろに、吸いながら曲げる、これを繰り返しています。
体を斜めにすることで脊柱起立筋も使い続けています。OK、エクササイズお疲れ様でした。では最後にもう一回柔軟性と左右の歪みのチェックをしていきます。まずまっすぐに立ちます。お腹を引き締めてまっすぐに立った状態で手を持ち上げます。手の位置をチェックします。耳より前にしか行かなかった方が少しでも手が後ろに行っていれば OK です。次に肩甲骨の硬さもチェックしていきます。右手を上に左手を下から。最初全然タッチできなかった方、少しでも近づいていれば OK です。次に逆側もチェックしてみます。左手を上に、今度は右手を下から。左右の違い、トレーニング前とトレーニング後の違いいかがでしたか？少しでも最初より柔らかかったっていうのがあれば OK です。1回で劇的に全部が改善するというわけではありませんが、このように定期的に続けることによって体がコンディションが整って、そこにさらに筋肉をつけるとすごく二の腕や背中は痩せやすくなりますし、基礎代謝も上がりやすくなりますので、ぜひ定期的に続けてみてください。今回のようなトレーニングと相性のいい成分を最大限に組み合わせた、私が試行錯誤して作った初めてのサプリメントも現在販売中です。詳細は概要欄にリンクがありますので、ぜひこちらも一緒に皆さんのお役に立てるととっても嬉しいです。このチャンネルでは検証された医学的な情報をもとに、短時間短期間で効果の高いトレーニングや健康や美容情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。